誰かの願いが叶う頃のシングルを買ったんですよ。さあじゃあ私はこれをどう私らしく歌えばいいんだろうと思った時に、カラスと友達だったみたいな話。そうかも。私も小学校の頃漫画家目指してもうどうも宇多田さんしかいないんじゃないかっていうことを思い始めたら、今日で多分2回目です。2回目オンラインミーティングを1回プラス直にちゃんと会うのは2回目ですね。そうですよね。1回目に、共通の知人というか共通の友達の家に遊びに行ってたら、もう一人共通の友人もいて、あいつ呼ぼうぜってそういう感じだったんですね。呼んでみようよ、来るかなどうかな、返事ないかもみたいなって思ったら、あ、来たみんな結構遅くに行っちゃいましたね。結構遅かったですけどちょうどよかったです。みんななんかこうすごいリラックスしてダラダラしてる中で、なんか本当に特に生産的な会話もなく。そうですか。私がヤタガラスかなんかの話しだしたら、カラスじゃなかったっけ。カラスと友達だったみたいな話。そうかも。そう。一回家に住んでた時に屋上がある家で、マンションなんですけど、屋上に誰でも行っていいマンションで、なんかよく行ってたらよく会うカラスがいるなと思ってで、なんかおにぎりご飯粒とかあげてたら、でこの話じゃないですか。酔っ払ってたからあんまり覚えてないかも。もう一回ちゃんと聞きたいです。なんかご飯粒とかあげてたら顔なじみになって、でその下の階に住んでたんですけど、なんか普通に寝てたら窓ガラスコン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 ってやってきて、開けたらそのカラスがいるみたいな。お腹空いたよみたいな、よくただ挨拶に来てるとか。どうなんですかね。よくここ分かったなと思って。確かに下に住んでるってことも、それはなんだろう、嗅覚じゃなくて聴覚とかでどうなんですかね。分かったのかな。窓の外から中見えたとか。見えてないんですよ。下手するとその家の窓全部にやってても全部行ってた可能性はでもそんな変な人が出たらカラスが危険なんだから、きっとなんか感じたんでしょうね。なるほど。でも今そのカラスが近くに飛んできてもすごいなんかお似合いっていうか、私もカラスみたいな格好してますけど、なんかすごくわかります。本当ですか。なんかそんな話じゃなかったかもしれないですよね。でも話してた。いやでもカラスの話で盛り上がったのを覚えてるんですよね。あとそのすごい自然の中で育って真っ暗な夜道とかで、あと徳島って聞いてちょっと思い入れがある地だったんで、そうなんだと思って、初めての全国ツアーが17歳の時かな。でツアーというかライブもほとんど経験なくて、だから全然自分の管理も分からなくて、で一気に有名になっちゃって、こうちょっといろいろ順応できてない時で、途中で体調崩しちゃって1個だけ公演を飛ばしちゃったんです。しかも会場入りしてからもう無理ってなっちゃって、それが徳島だったんです。なるほど。それでお客さん待たせて、みんなもう来てるのにできなくて、で本当申し訳ない、どうしようって思って、もちろん怒る人もいたと思うし、こうそういうこう東京みたいな場所じゃないから、ちょっとした理由で飛ばされたんじゃないかって思う傷ついた人もいたみたいで、どうしよう違うのにって思って、私もそのまま、ツアーは続けられて、最終日の後に振り替え公演というか徳島でやって、そしたらほとんどの人が来てくれたんですまた。それでなんてあったかい人なんてすごく嬉しかったんで、なんかちょっとすっごいでも覚えてます、それを。
そのことです。飛ばしちゃったっていうことは記憶にないんですけど、多分知らないんですけど、徳島に宇多田ヒカルが来るっていうのでみんな騒然としてたのを、多分俺が小学生くらいの頃に。8個ぐらいしたってことはその時に9歳ぐらい。そうか、小学生か。そうですね、小学生くらいの頃になんか騒然としてたことだけすごくぼんやりと覚えてて。そうだった。覚えてます、それは。それが今日こうしてそうですよね。ご縁ですごいなんか本当不思議な夢みたいな。中学生くらいの頃に誰かの願いが叶う頃のシングルを買ったんですよ。でそれをこう非常に熱心に聴いてた記憶が一番こう最初の出会いというか、そもそもものすごくこうね有名な人であるっていうのは大前提として、でもなんかすごい人が現れたなっていう感じで、あんまり小学生ぐらいの頃はあんまり自分事じゃなかったというかで、まあだんだんその自分で音楽好きになって、何のきっかけかは忘れちゃったんですけど、そのシングル CD を買ってきて、とにかくその曲が好きで、嬉しいです。ずっと CD をコンポでかけて聴いてたのを覚えてますね。ありがとうございます。そうですね。あとそのファイナルディスタンスがすごく大好きで特に暗めの曲がそうなんですよね。ツボみたいな。なんかそうで、よくその後も出会う友達、新しく仲良くなる友達とかとやっぱその宇多田ヒカルの曲何が好きみたいな話になることってよくあるんですけど、そうなんか本当ジブリ映画何好きみたいな、そういう感じでよくそういう話をするんですけど、大体仲良くなる人みんなファイナルディスタンスが好きなんですよね。そうなんかあそうだよねみたいなことが今までに何度もあった気がしていて、すごくその曲が好きっていうのと、この間なんか横浜かどこかでライブをそれを見に行かせてもらって。あ、そうだった。そうです。ありがとうございます。その時にリミックスバージョンというか、そのガラジっぽい、ディスタンスの、そうあれをやってて、すごく良かったです。良かったですとかいうのもごめんなさい。ありがとうございます。あれはすごい楽しかった。ツアーの中でも特に盛り上がって、すごい楽しそうになんか多幸感あふれる感じでやってるのが、一つにはなれないって言いながらすごい確かになんかそれがすごく印象的で感激しました、あの時。来てくれた、ありがとうございます。この前ロンドンのショーの時ちょうど行けなくて残念だった。また次回ぜひぜひ。どうでした、ロンドンとか。ロンドン初めてヨーロッパでライブをしたんですけど、やっぱ全然違いますね、その国民性というか、ヨーロッパの中でも全然やっぱこう特色が違うし、みんななんかやっぱこう熱いですよね。こう感情表現がよりストレートというか、フランスとかでもこうどんどんやってくれたりとかで、なんか待ってくれてたんだなっていうふうにも思ったし、で来てくれてる人も日本語が分かる人がどれくらいいるんだろうっていう定かではないんですけど、でもちゃんとこう声上げてくれたりして、すごい嬉しかったですね。むしろ米津さんの曲を通して日本語を覚えたりね、そういうこともね多分あるんでしょうね。またぜひやることがあったら。会う前は絵を描く人っていう印象があって、誰かに聞いたのかな、自分で描いてるって。なんとなくいくつかのジャケットを目にしてるうちに
なんか自分で書いてるんだろうな、作風のとか、うんこれ人に頼んでるとしたら一人の人に頼んでるし、なんかそれってないんじゃないみたいな、なんとなく思ってて、私逆でそうしたいって私が言ったわけじゃないけど、デビューからアルバム全部ドアップなんですよ。なんかいつの間にかそうなってて、だから私も絵を描くの好きだし、どんな人なんだろうなって思ったり、あと個性的なシンガーソングライター、個性的って言っちゃうと他の人がそうじゃないみたいに聞こえちゃうんですけど、はい、こう最初からこう一発でその人って分かる何かがある人っていうのが出てきたんだっていう感覚がありました。嬉しいです、それは。なんかごめんなさいね、本当にこのすごい未だにめちゃくちゃ緊張してるんですけどそうですか。まあ状況がこうちょっと緊張する状況、やっぱりあんまりこう現実感ないというか、さっきも話しましたけど、宇多田さんとこうそれこそさっきも写真なりミュージックビデオなり撮らせていただきましたけど、割とこう平静な顔をしてるつもりで、これ嘘みたいだなってずっと思っててでもなんか不思議な感じしてます、私もずっと。意外となんかちょっとどっか体が触ったりしてる方がなんか安心するなと思ったり、撮影の時に髪の毛とかちょっと背中合わせで触ったりしてると、触ったりっていうか髪の毛同士とかなんかとか服のどこかに肩がとかっていう方が、特に背中合わせのシーンから一緒に撮ったりしたから、とかすごい離れてるとかくっついて近くでってなった時の方がなんか現実味があったのか、なんか落ち着いてできました。確かにそうですね。一回だけ完全に心が通い合った瞬間ありましたねやっぱりこう人はこう辛さを共有することで結束っていうか、心が一つになるんだっていう。そうですね。カットが終わった瞬間に首が痛いっていう首が痛いポーズを維持してて、でギリギリワンテイクの終わりまではこの辛いとこ頑張ろうって思ってて、そろそろ終わるって思ったらそのままもう一回声がかかってこれまだ行くのそうでもなんかそこすごい素敵なんやなってました本当そう完成が楽しみ、一緒に逃げねえ。全部嘘だよ。俺に泳ぎ方教えてくれたのは本当だろ。天智くん、本当はね。そもそもチェーンソーマンっていう漫画があって、でそれの映画の曲を作らせてもらえるということが決まって、でエンディングに流れる曲で、割と向こう側はもう好きに作ってくださいっていう、そういう感じだったんですけど、自分じゃないなっていうのがまずあって、歌うのが自分が歌うにしては声が低すぎるし、なので、誰か別の人に歌ってもらおうっていうことを、なんとなく決めて作り始めたんですよ。でその、ピアノのリフとか作ってるうちに、もうどうも宇多田さんしかいないんじゃないかっていうことを思い始めたら止まらなくなって、いや一回ちょっとダメ元で聞いてみてくれませんかっていうことでオファーさせてもらって、受けてもらえたっていうことで、だから受けてもらえるってことになった瞬間に、そんなことがあるんだっていう感じでしたね。それはすごく嬉しいですけど、なんでそういうことってたまにあるんですか？他の人に、誰か別の人にここ渡ってほしいなって作ってて思うっていうのは、そうですね。大体やっぱりその自分の喉がの太くってあんまり通らない声をしているんで。そう思うんですか？そう思いません？そう思う人あんまりいないと思う。あれ、そうですか。じゃあちょっと認識の違いがあるかもしれない。自分の声があんまり好きじゃないとかそういうことなんですか？
昔はすごい嫌でしたね。ほう、やっぱ本当にこう声帯の長い音しか出ないなっていう感じがあって、なんか身長高いのがすごい嫌だったんですよね昔。でこう身長の低い人にどっか憧れるところがあって、なんか身長が高すぎると主人公っぽくなくないですか？そういういや、単に大変だろうなと思いますけど、あと目立ちたくなくても目立っちゃうから、いい意味でも悪い意味でも人になんか勝手にこう注目されちゃうっていうか。そうですね、それもすごいあるんですけど、こうちっちゃい人ってこう、これ本当ただのイメージなんですけど、すごいこうわーってこうパワフルみたいななんかやっぱ小さいとすごくこうはつらつとできるというか、なんかそれがすごい羨ましかった記憶があって、なので子供の時から大きかったんですか？じゃあ。そうですね、もう生まれた瞬間からでかかったというか、それも込みでまあこういう声があんまり好きじゃなかったのかなっていうのは思うんですけど、まあ年々こうずっと歌っていくうちに、まあ嫌でも愛着が湧いてくるっていうか、よかったです。最近はすごく気に入ってますけど。よかった。私も声自分でずっと好きじゃなかったし、なんなら今でもそんなに好きじゃないんですけど、みんな自分にとって大事なことであればあるほど好きになるのっていうのは難しいっていうか、どうでもいいことだったら何とも思わないわけだから、なんか自分にとって大事だからそういうふうに嫌だなって思ったり、なんか気になっちゃったりするのかなって思いました。そうですね。あとみんなこう他の人から見て、向こうの芝生は多いじゃないですけど、身長の話だってそうだし、何でもそうだけど、こう人から見て羨ましがられることが本人にとっては、その人からしたらそんないいことばっかりじゃないのになっていうことを分かってもらえないってことだけでも誤解がいっぱい瞬時に生じるから、ちょっとそういうのって寂しく感じる原因になっちゃったりして、なんかこれさえなければみたいな気にもなりますよね。そうですね、そういうことを子供の頃は、特に深く考えますよね。まあ年いってもね、変わらないものもあれば捨てられないまま生きていくこともありますけど、それはそれで。さっき私の息子をちょっと現場でちょろちょろ走り回させていただいてたんですけど、撮影中ずっと米さんの曲っていうかビデオ撮ってるのも流れてる声聞いて、なんかいい声だねって偉そうに言ったんでしたっけ？なんか素敵な声だねってなんか私にも言ってました。いや嬉しいですね。なんかそうだ、あと喋ってる時と歌ってる時の声が違ってすごいって言ってました。そうなんですよね。だからそれって幅があるっていうことって感じたのかなと思って。でもやっぱりそもそもロックミュージックとかがすごく好きで。そうなんですか？子供の頃バンドとか組んだりしてて。バンドはボーカルですか？ボーカルギターをやってたんですけど、なんか中学生とか高校生って自分たちでやってるともう音量バランスとかめちゃくちゃだから、とにかくもうギターがでかい音出したらベースもでかい音出してみたいな。で俺のこの声ってもうその中で埋もれちゃうんですよやっぱり。なるほど。やっぱこうキンキンした感じのが。そう行かなきゃいけないっていうそういうことはもしかしたらあるかもしれない。それ辛いですね。それ私も絶対無理だな。ずっとやりながら自分で何を歌ってるか分かんなかったんですよね。なるほど。どこから自分でじゃあアレンジとか他のこともバンドじゃなくて一人でもうやれるじゃんなのか、もしくはその一人でやりたいってなんかこう変わった時期とかっていうのはいつ頃だったんですか？そもそもでも自分の曲が作りたいっていうのはずっとあって、
でバンド組んだ瞬間になんかその自分の曲を演奏しようよみたいな感じでやってたんですけど、やっぱこういかんせん人と一緒に何かやるっていうのが下手くそな人間だったっていうのがあって、いろいろこうしてくれないで帰ってくるのがそうじゃなかった時に、分かった、じゃあ自分でやりますっていう形になっちゃったりとか、でその時マルチトラックレコーダーとかを買って、で自分でチープな打ち込みになったりそういうのをしてギターレコーディングしてってもうこっちの方が断然楽しかったんですよね。でもそれと同時にバンドの憧れみたいなのありつつ、でも自分で曲を作っててってやってるうちにこっちがどんどん大きくなってきちゃって。それがいくつぐらいですか？それがでも18くらいの頃で、ボーカロイドってわかります？はい、ボーカロイドっていうのがあって、その合成音声の女の子に初音ミクとかそういうの入ってるやつ。それを最初やってたんですよ。へえ。なんかそういうのが出たらしいっつって、面白そうだなと思って、で自分で声を買ってでこう打ち込んで投稿するっていうことをし始めたら、思いのほかいろんな人に聞いてもらえるようになって、でそこから気が付いたらこうなってたみたいな感じがありますね。へえ。今でも自分の声もじゃあ楽器の一つみたいな。そうですね。なんかその時の感覚ってものすごく強く残ってる気もするし、やっぱりそのボーカロイドって、ごめんなさいねこの自分の話ばっかりなんで聞きたくて。ボーカロイドって本当に当時とはまたちょっと違う、20年前くらい前の話なんですけど、だいぶ今進歩してるんですけど、昔って本当にもうなんでしょうね、この世ならざるものの歌みたいな感じだったんですよ。なんかそれも込みでいいのかなって思ってました。それも込みでやっぱあれを好きな人たち、そういうニュアンスが好きな人たち、なんか可愛いって思っちゃうっていうか、そこがそういう人たちがやっぱ盛り上げていってっていう形だったんですけど、やっぱそういう風に作っていくとどうしてもやっぱ日本語の母音とか子音っていうものの意識がものすごく強くなってくるので、なんか分けて打ち込むんですよ。その母音、子音を K だけ打って、でその後に A を打ってカにするみたいな。割とその日本語って一つの音にニュアンスが少ないというか、音っていうのは一音節、一文字、一文字ですね。一文字の中にニュアンスが少ないか、キクケコだいぶ短いじゃないですか。なのでそれをそのままボーカロイドにやらせると本当にもうこうなっちゃう。これをどうしようかなみたいなことをすごく考えてたことがあって、なのでそれがだいぶ今作る音楽にも何らかの影響を及ぼしてるような気はしますね。自分で歌うんだったら、いくら好きなようにニュアンスつけられるじゃないですか。同じガーでもガーにしたっていいし、ガーでもいいし、そういうのってその自由さに逆に気づくとか、そういうこともあったんですかね。昔はずっとそれを聞いてたから、そういうこういう歌じゃないといけないっていうことを、逆にそのストレートな感じに影響を受けたみたいな。それが一番気持ちいいものだと思ってて。なるほど。面白い。それ歌をいただいて、私結構その逆の歌い方なんだなって歌ってみて思って、特に自分がどういう歌い方をする人かとかあんま考えたことなかったんですけど、人と比較して他の人の歌が作った歌を歌うってことがほぼないので、しかも世に出たものじゃなくて、まだこれから作ってる途中のっていう米津さんのボーカルが入ったものをいただいて、で私が歌うはずのパートも米津さんがガイドとして入れてあって、でさあじゃあ私はこれを
どう私らしく歌えばいいんだろうと思った時に、こう差を感じたっていうか、あ、なるほど。でただ歌手だったら違うと思う、今までそんなに考えたことなかったんです。こう歌い手さん、本当に歌手した人だったら、そこですでに解釈が入ってるっていうか、原曲からなんか作った人のなんかがあったのを解釈して別の人が歌ってるんじゃなくて、作った人が出すニュアンスって解釈挟んでない、なんかろ過されてんだけど現役みたいな、なんか不思議な原水から組んできたものだから、それをじゃあ私がそこで初めてそれを解釈する人になるっていうのが歌手っていう体験、私からすると自分が作ってないで、そこが今まであんまなかったもんで、スタイルの作曲者としての違いなのか、歌手としての違いなのか、それが一緒になってる状態で、そのまんま歌おうとしちゃうと、米津さんのモノマネみたいになっちゃって、でしかも私にとっては不自然な歌い方になっちゃうから、でもこれって作曲者としての米津さんの意図だと思うっていう部分、そこは保たなきゃっていう部分と、でも歌手としては私なら絶対こう歌わないから、なんか真似してるだけじゃ意味ないから、私らしくどっかでするのっていうのを、どこでそのなんかさじ加減っていうか駆け引きみたいな、お互いが持ってるその作るのと演じるみたいなののこのプロセスがすごく面白かったです。自分のことすごい勉強になって。いや、それはこっちもすごく思いましたね。やっぱりそのデモをお渡ししてね、まあ好きなように歌ってくださいっていうで、帰ってきたその音源を聞いた時に本当に全然別物になってましたよね。いや、これ悪い意味ではなくて、ね、すごいなんかこう、まずその宇多田さんの声を自分なりにですけど、想像しながらあの曲を作ったっていうのはありつつも、でもやっぱりこう自分の想像を超えてくるというか、1音目始まった瞬間から、これは自分の想像したこの曲で宇多田さんが歌ってるこの曲そのものでありつつも、それ以上に何かこう自分の想像を斜め上に超えていくようなものがあって、だからすごいっていう思うと同時に最初はちょっと戸惑いが、あって、なるほど、これは一回聞き込もうっていう時間がすごくあって、ねえ、そう何パターンか歌ってくださって、私もそこでいろいろ迷いがちょっとあって、いろいろ聞いて、で自分なりにこうずっとその聞いた上で自分が想定していたこの曲と宇多田さんがその、ある意味ではみ出してくれたこの曲っていうものを自分の中でこう引っ張り合いさせて、結局やっぱこっちの力の方がどうあがいても強いっていう、なんかそういう感覚になりましたね、あの時。私が一番感じた違いが、米津さんが軸をすごく感じる、揃う、マスをすごくこう揃えるみたいな感覚に近いふわりとかで、私がまさにその逆でずらしていく人で崩していく、ずらしていく、むしろこう軸を避けることで軸を意識してもらうみたいな、だからその真逆なんだって思って、それって逆にすごくないって思ったんです。真逆でデュエットできるってなかなかないんじゃないかなと思って、しかもお互い作曲者同士で、だからこれってすごくレアな、すごい素敵なチャンスだって思って、で私は自分でこうなってたらいいなって思ってるのが、私がこうちょっとはみ出したり揺らしたりする歌い方の分、自分では通して聞いた時に、
その後に米津さんが入ってきた時にうわ超かっこいいって思ったね。パッて入った時にその逆だからこう私流れとか曲作ってる時に絶対こう期待に自然と応えていくパートと、突然それを裏切るパートの、配分、多分無意識にこう考えて作ってると思うんで、なんかそこのなんか変わったっていうのが違うキャラ出てきたとか、場面変わったみたいな感じとより多分米津さんの歌をすっごい聴いてきた人でもなんかちょっとでも新鮮な、なんか新たな発見みたいな何かがあったらいいなって思いました。私がそう感じたんでやってた。すごく言われてみれば不思議な塩梅の曲になったかもしれないですよね。多田さんはある種の身体性というかについてどう思うかっていうか、なんかこの自分の音楽の原点が結構身体性が希薄なところから出てくる、やっぱこうインターネットの中にあるものがすごく好きだったんですよね、子供の頃から。でなんか小学生くらいの頃に家にインターネットが開通して、でなんかすごい遠くの人とコミュニケーションができるっていう、でなんかまあ田舎の育ちでバッタとか捕まえてた少年だったのがすごい遠くまで世の中が広がってるんだっていう、一言で言うとすごくなんか夢のあるものに思えたんですよね。でそこからなんかいろいろ自分の人生が大きく変わった開けたかもしれないですけどような気がしていて、でずっとボカロイドっていうのもインターネットだし、絵を描くにしてもやっぱりパソコンの中で絵を描くっていうのが一番好きだったし、ある意味でそういうこう情報量がそぎ落とされた、デジタルなものに自分のふるさとがあるんじゃないかっていう、なんかそういう感覚が自分の中にあって。じゃあ身体性についてって言ったのは今言ったようなものっていうのは、実体があまりないような手に持つようなものじゃないものにこう惹かれたり、開かされたりしてきたから、じゃあそれに対して身体性そのものをどう思うかみたいな。そうですね。自分はそれに対して身体性のなさっていう表現を今まで取ることが多かったんですけど、なんか身体性ってそういう意味でどういうふうに思いますかっていう。そういう者たちが身体性がないものとは思わないです。なんかこれなんかもっと哲学的な用語で身体性ってものがあるとしたら私それ知らないんですけど、パッと実体があるっぽいものとか、手に持ってるようなものとして身体性っていうんであれば、私それ全部幻覚と変わらないと思うんで、インターフェースも、なんならパソコンっていうか、じゃあ画面でメールを送ってる時も別になんて言うんだろう、本当になんかシュッフィューンとか音するけど、別にどこかに何かがそんな風に飛んでってるわけではないし、なんていうの、実際なんか信号がどうなってるとかそういうのって画面で見て、インターフェース上の例えばロジックとかだってなんかハサミで切ったりとかなんかやってるけど、それってただの象徴、だからじゃあ体があるっていうのはこれも本当にあるのか分かんないし、脳がそう処理してるだけ、なんかテーブルがあるとか椅子があるとかなのかなって思うんで、どっちかっていうと想像力をすごく発揮するっていうか引き立てるものにこう何か持つよりこう自分の中だけでも感じられるものみたいなものに惹かれたのかなって今聞いてて思いました。なるほど。その人のつながりも目の前にいる人とか周りにいる人たちとのつながりよりとか、もしくはそれが感じにくい時とかに目の前にいないのにこの
画面の向こうというかうんにいっぱい人がいてなんかつながってるっていう感覚とか、うん逆につながりを感じられるとか、自分の中でそれをなんか内在化してこうんうんう想像することで、だから外にあるものより中にあるものをうん重んじられたというか感じやすい子だったのかなってうんなんか今思いました。すごい面白いです。面白い。でも想像の世界、私もちょっと今すごく子供の時にも、私も感じたなと思ったのが、とにかく本の世界とか芸術の世界とかっていうものにすごく惹かれて、現実よりいいって思ったんですよ。その中の方が強く感じられるって。だって自由だし、どんな時代のどんな人も作家が死んでても、今いる私とこの作家が同じ気持ちになってつながってるんだとか感じられるし、だから隣にいる人よりこの本とかなんか絵をか何かを描いた人のことを想像することでつながった気持ちになるとか、その想像の力っていう、イメージ力が強いんじゃないですか、すごく。だって音楽もそうだけど、ゼロからやっぱ作るってことは、自分の中でのイメージしたものをでも身体性はないっても言える画面の中だったりなんかデータのことだったりするかもしれないけど、実際にはあるものにしてるから、そういうとこみんななんかどうやってやってるんだろうってものを作る人って思うとこなんじゃないですか。多田さんは子供の頃からそういう空想だったり、そういうものが自分の人生の中でものすごく大きなものだった。むしろそっちがメインでした。だからずっと本読んでたし、それからずっと絵描いてるか、同じ絵をずっと繰り返して毎日描くとか、なんかなんだろう、むしろ中で起きることにすごい興味がありました。なんか漫画家に憧れてたとかっていうのをちょっと耳に挟んだんですけど、そうなんですか？漫画家になりたかったですね。いくつ頃っていうか子供の頃ですか？でも本当小学生で中学生の頃も書いてたんですけど、そこら辺からこうだんだん音楽バンドもやって、やるようになって、あんまり書かなくなっちゃって、いまだになんかこう骨が引っかかったような気持ちになることが多くて、漫画家になってたらどうなったんだろうなみたいなことは思いますね。たまに書きたくなりますね。私も小学校の頃漫画家目指していろいろすごい小学校低学年ぐらいの時も大好きな漫画いっぱいあったんですけど、小4ぐらいでさくらももこさんとか岡田あみんさんとかにはすごいハマって、でそこで私も漫画家になりたいと思って、リボンに10歳ぐらいの時に漫画投稿したんです。ギャグ漫画で。ギャグ漫画だってさくらももこさんと岡田あみんさんでもシュールなギャグ漫画っていうのを描きたくて「それいけムームー」っていうすごいシュールまだ覚えてるんですけどその内容とか覚えてるんですか？内容はなんかヒーローっぽく全然強くなくて、全然ダメなほわーんとしたヒーローが主人公で、全然何もうまくいかない、でただ終わって誰も救えなくて終わっていくだけなんですそうで一応リボンの優しいとこは全部一応評価してくれるみたいで、だから一番低い C クラスっていうなんかのには一応入って名前が載って、そこはちょっとやっぱり嬉しかったです。トーンとか G ペン丸ペンとかちゃんと紙とかガチめにやってたんですね。トーンとか親はそういうとこすごい応援してくれる人たちで、やるしがなんかやりたいって言ったら、じゃあ世界堂とかなんかどっか連れてってくれて買ってみたいな。だからちょっとさっき紙で見て漫画家そんな共通点がみたいな。トーンとか大変ですよね。
でも私はじゃあシュールなギャグ漫画路線だったとすると、米津さんはどんな漫画家になってたんですか？普通にやっぱ少年漫画がすごい好きだったんで、こう戦うそうか、なんでしょうね、超能力とか使って戦うみたいな、そういうのを書いてはいたんですけど、なんかずっと考えて書いて、多分1冊くらい書いたと思うんですけど、なんか今思えばそういう風にリボンとかにね投稿すればよかったですね。なんかしなかったですね、それを。今でも遅くないですよ。それまでお互い様です。そうそうそう、漫画読むの好きですか？最近はさすがにあんまりないんですけど、でも子供時代住んでたニューヨークのうちの荷物を一昨年去年ぐらいで引き払って整理して、その時にその頃持ってた漫画を全部子供時代の時からずっとそこにあったものを、家にロンドンの家にこう、送ってもらって、今はこう全部本棚に並べて、子供の頃その時期のなんか1年生から4年生ぐらいまでの3年ぐらいのものがあって、それでちょっと懐かしくて、息子にやっぱ日本語読んでほしくて、でも普通の本だとなかなかこう毎日読もうって、いろんな宿題もあるし言いにくいから、ドラゴンボールにハマってくれたんで、よく夜一緒にドラゴンボール読んでるんです、寝る前に。いいですね。で悟空以外のキャラは全部私読んでます。悟空とプーアルだけ息子が読んでくれて、だいぶすっごい楽しい。大変ですね。でも結構擬音とかすごい本気で読むんで、ゴゴゴゴゴとかバーンとかシュンとかシャンとか。毎晩結構なカロリーですよね。ね、すごい目覚めちゃうんですね。ほぼ自分で読みますもんね、一人で。そう、でもそれ楽しいんです。すごい力ですよね。さっき撮影中にもちらっと話したんですけど、セルンに行かれたんですよね。そうなんです。すごい人生で一回行ってみたいなってずっと思ってて、ヨーロッパツアーとかやってた時に次やるならどこ行きたいっていう話をしてて、でまあ本当はライブしに行きたい国はここだっていう話をするべきなんですけど、セルンに行きたいってまず最初にまず言って、で多分その3日後くらいに宇多田さんのニュースになって、そのセルンに行って、すいません、一足お先にちょっと行かせていただいちゃいました。最高でした。本当ですか？すごいいい体験。私も前から、何年前だろう、もう何年も前からいつか行ってみたいなって憧れてて、そしたらスタッフからポロッと「ちょっとワイヤードっていう雑誌でコンセルンに取材に行く企画あるんだけど、なんかやっぱ結構大変だし、移動とかもね、いろいろこれ日数もこうなるし、お断りでにしますか、どうしましょうか、いや待ってくださいみたいなやるって行きたいですよね。好きなんですか、量子力学とかその科学物理。本当に表面をなぞるくらいですけど、もう10の何千乗何百乗みたいな巨大な単位がバンバン出てくるじゃないですか。あれがなんかこうすごくなんでしょうね、気持ちいいというか、割とニヒリズムに効くというか、なんかそんな感覚があるんですよね。すごく果てしないで、まあね、地球ができて130何億年で、またここからどれだけ先かに、まあ地球はねこう膨張し続けてものすごく寂しい空間になるかもしれないみたいな、そういう話を聞くたびに、果てしのない話じゃないですか。なんか果てしがないからこそある種の希望があるというか、なんかこうなんか信頼できる感じしますね、逆にね。そう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 、なんかすごく気持ちいいんですよね。その、ものすごい遠い未来とかものすごい遠い過去みたいな、もうおよそ自分のことなんて知ってる人は誰も一人いないだろうっていう、なんかそういう環境になんかすごく虚無に効くっていう、なんかそんな感覚がすごい自分の中にあって、
自分たちが今当たり前に暮らしてる、常識としてることとかも素粒子の世界では全然通用しなかったり、でまたその素粒子っていうのも本当に最初の単位なのかどうかもまだね分かってないところもあったりするかもしれないし、そういうことが端的に本当に気持ちいいんですよね。もう分からないことがいっぱい、こんなに分からないことが、こんなに基礎的な基本的な自分たちが何でできてるのかっていう、そんなベーシックなことまでこんなに私たち分かってないの、っていうことがなんか気持ちいいのかもしれないです。本当にワクワクするし、何も分かんないじゃんっていう、その人間は万物の霊長だみたいな、ね、言葉もありますけど、いやそんなに詩的なもんでもないなっていうふうにも思うし、でもそれこそ身体性を問うっていうなんだろうことにもつながるというか、実際に全ての物質ってただエネルギーの塊で、何か本当に硬い何かがあるわけじゃないみたいなとか、パッとこう五感によって騙されてる部分を超えて、でも身体性のある身体を持ってでしかそういうことを考えることもできないっていう、脳とか使ってじゃないとっていう、なんかその矛盾がなんか切ないって言ったら変だけど、そういうことにすごいなんかときめきを感じるというか、なんでしょうね、なんかすごい近しいことを言ってるような気もするんですけど、科学者の人たちと一日中話ができて、お話ししてもらえて、やっぱりって思ったのが、科学者と音楽とか芸術、アーティストっていうのってやっぱり似てるって思いました。なんかその科学者じゃない私が言うのもあれなんですけど、なんかこうシンパシーをすごい勝手に感じるというか、だってできるか分かんないことをやろうとしてまだ誰も信じてくれてない自分だけがこうかもとか、こうしたらこうできるかもとか、好奇心を持ってこう信念を持って自分にしか分かんないことをこうひたすら突き進む、そのことにエネルギーをひたすら費やしていくって、なんかその真実の探求っていうことをしてると思うんですよね。自分にとっての真実、それはすごくとにかくみんな目キラキラしてて、話もとにかく楽しくて、ラージハドロンコライダーって一番大きな実験装置の一部に、その地下100メートルのとこにまで行かせてもらえたんですけど、ヘルメットしなきゃいけなくて、でもなんでそこに入れたかっていうと、冬場は電力を節約するために設備全部こうオフにしてメンテナンスの時期にしてるらしいんですよ。光熱費高いから。でオフにしてるから、普段運転してたらもう放射能とか磁力とかがやばくて人が入っちゃいけない場所になっちゃうんですけど、で冬2月頃かな行けたから、その見学もできたっていうことで、でもセルンもその芸術アートとなんか Art for CERN とか、なんかその芸術にすごくこうとコラボレーションとかに力入れてるみたいで、そういうアカウントもあるんですよ、インスタに。そうなんですか。後で教えますね。だからなんかぜひこうそういうものが好きなアーティストとどんどん科学がこう一緒になんかやっていけるといいなって思います。確かにね。俺も入りたいです。そこにやっていきましょう。どうでした？どうでした？私すごい楽しかったです。すごい楽しかった。結構撮影中は割と夢見心地というか、こうどっか現実感ないみたいな感じがあり、それもすごい楽しかったんですけど。でもあんな全部グリーンの世界でくるくる回ってたら現実にない。何回回ったんですよね。何回転したんだろうって。すごい回りましたよね。でそれもすごい楽しかったんですけど、やっぱ今話したこととかがすごくなんでしょう、その身体性の話だとかしっくりくる言葉だったなっていうのを
愚道者に言葉をもらったようななんかそんな感じがしましたね。いやいやちょっともう一回映像で確認したいなっていうのはすごく思ってます。まあ、こんな素敵な機会と素敵な歌に参加させてもらえてありがとうございます。ビデオもね今撮ったばっかりだからまだ想像でねどうなるかもう膨らんでるけど、早く仕上がりも見たいし楽しみです。結構背中合わせのシーンとか、こっちにいてなんか見ちゃいけない演技とかそういうのもあったんで、なんかちゃんとそれが全部どう一つになるのか楽しみにしてるし、あと早くなんか発表されて世の反応もね楽しみですね。どんな風に受け止められるのか楽しみですね。朝から遅くまでお疲れ様でした。いや本当に非常に楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ガラスの上を裸足の